激セマ水産です。お世話になっております。というわけで本日カットしていくフィッシュがこちら、ティラピアでございます。本来はピラニアなどと同様にアマゾン原産の魚ではあるんですけれども、もうすでにね結構日本で繁殖してます。沖縄のドブ川とかにね全然います。今回使うのはねちゃんと養殖されたティラピアなんですけれども、このティラピアを使って本日はフィレオフィッシュ風にして食べていこうと思っております。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、というわけでこちらのティラピアですね。なんかね海にいそうな見た目してますけど、こちられっきとした淡水魚でございます。温暖な地域であればね結構汚い水とかでもゴリゴリに生息できる繁殖力の強い魚なんでね、日本にもすっかり最初は食用養殖として日本に入ってきたんですけれども、すっかりねブラックバスとかみたいに野生に帰ってしまっているものもあるようでございまして、とりあえずねこちらいつもの鱗ガリガリからしていきましょう。はい、というわけでティラのピアの鱗がゴリゴリに引き剥がし終わりましたので、まずはこちらね頭から取っていこうかな。サクッと入れちゃって、でなんかねティラピアってめちゃくちゃ腹くっさいらしいんですよ。お腹開けるとめちゃくちゃ臭いから、だからねおろし方とかもなんかこの辺こんな感じで包丁入れちゃって、あんまり腹に包丁入れないようにおろすらしいんですけど、ただそれは多分ねドブ川とかにいるようなやつだと思うんで、これは多分ねちゃんと綺麗な水で養殖されたティラピアだと思うんですよ。さすがに養殖ドブ川でしてねえもんな。というわけで今回普通にね腹も開けてっちゃおうと思うんです。ただね一応念のため腹は匂い嗅いでみますか。臭くない。ちゃんと無臭です。さすがね綺麗な水で養殖されてるんでしょうね。特に何の匂いもないって感じでございます。はい、じゃあこちらでねもう頭と内臓ドロッと取っちゃって切っちゃいます。で頭はそのままさよならです。はい、ではね、そうしましたらここの腹のところ見てください。腹の中これ真っ黒ですね。腹の中が真っ黒な魚って結構いますよね。タラとかも結構この腹の中真っ黒なんですけれども、ここをね切れ込みを入れちゃって中の腎臓のところにも包丁を入れて、あと一旦水洗いしちゃいます。はい、ということで血綿など綺麗になりましたので、早速ね包丁を入れていっちゃいましょう。今回もね普通に3枚おろしをしていっちゃう感じで、ただ本おろしじゃなくてねここの骨が硬そうだなと思ったんでこっから入れていっちゃいましょう。あっかん骨硬いわ。ちょっとね急遽出刃に持ち替えてこっから切っていっちゃいましょう。めっちゃ腹骨硬い。タイとかよりもね腹骨硬いですよこれ。はい、じゃあここまで包丁入りましたらスイーッと入れてきちゃって、背中に向けてねもう1本もう2本って感じで入れていっちゃいます。はい、であとはねつながってるところを逆包丁でスイッとスイッと。はい、でこれで上身が取れました。ちょっとね面白いっていうかね、結構腹骨が背の方までがっつりこう食い込んで入ってる入り方してるんですよね。ちょっとこの辺が海水魚と構造が違うなっていうところですね。じゃあもう片身もね同じようにやっていっちゃいましょう。はい、ではこんな感じで3枚おろしが完了いたしました。中骨にはねさっきの頭と同様動画内とはまた別でプライベートであら汁なんかになってもらうとしてシンクに一旦落としておきます。そしてねまずは腹骨を切っていっちゃいましょう。結構ねがっつりと背の方までもう先ほども言いましたが入ってるんで、意外とね深いですねこの腹骨の入り方が。よいしょ、もう一タッチ。よいしょ。若干失敗しましたね。いいでしょう。はい、ということでこれで腹骨が1個取れました。こちらもね同じように腹骨を取っていっちゃいましょう。はい、ではこちら腹骨もかけましたので、今回はねフィレオフィッシュみたいなものを作っていくっていうことで、半身だけ使えばいいかなっていう感じなんでね、こちらもう半身は貴重なタンパク源として今後の食料として備蓄していきたいと思います。はい、じゃあ今回使っていくのはねこちらの半身ですね。まずはフィレオフィッシュっていうことで皮は引いちゃいますね。尻尾を持ってスイッと皮を引いて、滑りますね。皮結構しっかりしてるからね途中で切れるようなこともなさそうですね。はい、ということでこちら皮が引けました。若干残ったかな、この辺ね。この辺はこの縁側につながってるところなんでそこからもう切っちゃいましょう。よいしょ。はい、 OK です。結構綺麗なね、皮引いちゃうとねタイと見まごうほどのいい密質ですよね。はい、ということでまずは腹と背に分けちゃうので、この血合い骨のところは外しちゃいます。で
今回ですね、まず腹はもうまんまフライいっちゃおうかな。でこちらの背の方はね切り身にしちゃって、フィレオフィッシュ風ってどのぐらいかな。これ3等分ぐらいにしておきますか。1切れ2切れで3切れ。はい、じゃあこのぐらいでね、この3切れプラス腹はまんまフライという感じでやっていこうと思います。はい、ではこちらのティラピアですね、フィレオフィッシュっぽいものにするためにバッター液にくぐらせてパン粉にポイ、バッター液にくぐらせてパン粉にポイしていきますどうした、すっかりパン粉まみれじゃねえか。というこちらのティラピアを揚げます。揚げます揚げます。はい、ではこちらのティラピアカラッと綺麗に上がりに上がっておりますね。もはやパリピでございます。じゃあこちらに置いちゃって、はい、というわけで上がりに上がったティラピアを挟んでいくバンズ代わり、これコッペパンなんですけど半分にしてあります。こちらをねちょっとこの内側のところを炙って焦げ目をつけていきます。はい、じゃあこちら焦げ目がついたところでラクレットチーズですね。このチーズをまず乗せていっちゃいましょう。なんかこの絵面ポケモンで見ますよね。ピクニックしてる時に作ってますよね、こういうサンドイッチ。言うて俺ポケモンやってないんですけど、でこのラクレットチーズもねバーナーで炙っていきます。はい、じゃあチーズもとろりとろけていい匂いしてきましたね。じゃあここにねこちらフレッシュトマト、さっきカットしておきました。こちらをね並べていきましょう。あ、もうポケモン感マシマシですね。めっちゃポケモンって感じがする。なんかワクワクしますね。はい、じゃあフレッシュトマトがこちらに乗りましたので、そこにこちら本命ですね、ティラピアのフライ乗せていっちゃいます。はい、じゃあティラピアのフライがここに乗ったということで、やっぱフィレオフィッシュって言ったらこれでしょ。タルタルソースですね。ぐわっつりタルタルソースをぶっかけていきます。はい、では仕上げにこちらバンズの上を乗っけて、ちょっとね上も炙った方がなんか美味しそうに見えますよね。炙っていく。はい、ではこれにてティラピアのフィレオフィッシュ風完成です。では本日もいただきます。いやーなんか久々に和食じゃない感じで新鮮な感じがしますね。ではもう本命からいっちゃいましょう。こちらティラピアのフィレオフィッシュ風ですね。チーズがねとろけて、やっぱり落ちる落ちる落ちる。ボリューム感が半端ない。でもやっぱ手に持ってガブッと食いつきたいですからね。はい、じゃあこんな感じでございます。こちらをガブッといっちゃいましょう。いただきます。バカうめえ。うわーやべえ、タルタルとチーズで脳が破壊される。でね、もうこうなっちゃうとねポテトもつけますよ。そりゃポテトも揚げちゃいますよ。もうポテトもね一緒にいっちゃいましょう。もう2個ぐらい刺していっちゃいましょう。ケチャップにドーンでポテトもいただきます。合うよ、そりゃ合うよ。めちゃめちゃうめえ。いやでも正直この食い方するんだったらはっきり言って白身魚だったら何でもいいですね。ティラピアだろうが何だろうがこれやったらうまい。というわけでチーズとタルタルでほぼ魚の味なんて分かんなかったんで、こっちのシンプルなフライ、こちら塩コショウにしてありますので、この塩コショウのフライね、これで味を見極めていきましょうじゃないか。それではいただきます。もうねチーズとタルタルで脳が破壊されてるから味もそっけもね、ただめちゃくちゃ何の癖もない本当に上質な塩味っていう感じはあります。ただねこのままだとちょっと味もそっけもないんで、この時のためにファミチキバンズ買っておきました。はい、こちらのねファミチキバンズタルタル付きでございます。ここにこの白身を乗せちゃって挟んで、もうこれなら間違いないでしょ。いただきます。ファミチキバンズ優勝ということで、久々にジャンクなものを食べて脳が破壊されたところでエナジー注入1本いただきます。美味しいございます。合わねえわけがねえんだわ。ではあとはのんびりと味わっていきます。では本日もごちそうさまでした。本日はねティラピア、和名だと泉鯛なんて呼ばれますね。こちらをフィレオフィッシュ風にしていただいたんですが、脳がバグるうまさでしたね。本日の動画全体を統括して感想として述べますと、ファミチキバンズに挟めば大体の揚げ物は何でもうまい。というわけで本日の激セマ水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。